こんにちは、まゆりきです。今回は抽象画を描いていこうと思います。番組後半では構想背景なども話していこうと思います。最後まで見ていただけたら嬉しいです。今回の抽象画のポイントは3つになります。1、形、2、質感、3、イメージ。まず今回の作品は描くキャンパスに合わせて描く大きさを最初に決めていきます。圧迫感のないように2割ほど余白を残しました。2割から4割ほどの間で使う色によって調整することをお勧めします。色の濃さや使う色によっても異なるので、バランスをとっていくことはとても重要だと思います。形については当初丸みのあるデザインで描いていましたが、イメージを途中で反対にすることにしたので、片方はゴツゴツとした岩をイメージして角がある形に変更しました。ただ岩はまっすぐではなく、ところどころ削れてえぐれている部分もあるので、上部に長さを出すことでより崖のように仕上げてみました。もう片方は丸みを強調するためにうねりなども加えてより柔軟性のある形にしました。お互いが異なることで変化の違いが感じられるようになったかなと思います。2つ目の質感についてです。右側は単一な色でありながら深みのある色にしたくて、白、黒、青の3色を混ぜて作り上げました。青を足すことで奥行きと澄んだ墨色のような色に仕上がったかなと思います。この方法は髪色を染める時にもただ黒一色にするのではなく、その際に少し青を混ぜることで奥行きと深みのある黒がなるので、もし黒髪にする際はぜひ挑戦してみてくださいね。左側は何度も塗り直して塗り重ねて、やっと希望の質感に仕上げることができました。大理石をイメージして光沢のある質感を出すために絵の具を厚めに取り、何層にも塗り重ねていき、艶を出して凹凸感を感じられるようにしました。そして一色ではなく何層にも感じられるその混ざり合った色を表現するために、白からグレー、グレーもライトグレーからダークグレーまで重ねていくことで凹凸感を感じられるように表現しました。そして塗り方も右側は丸みを強調するために円を描くように筆を動かしていくのに対して、左側は上から下へと同じ方向に筆を動かし力強さを表現しました。最後の3つ目はイメージです。
今回の絵のテーマは夫婦です。今回飾る予定の場所が私自身の寝室ということもあり、夫婦の関係性や距離感について考えてみることにしました。こんな診断があるのをご存知でしょうか。寝相診断。ちょっと不思議なものですが、無意識下で行われている寝ている時のお互いの寝方、ポーズによって関係性を診断するものになります。そしてこの私が見た寝相診断での良い関係性と言われている寝相というのが、お互いが別々に背中を向けて寝ている組み合わせがベストだと書かれていました。理由は自分たちの関係に安心を感じていて、近いながらも自立している表れだということのようです。逆に足だけが絡み合っていたり、一人が占領している状態は良くないということです。お互いにお互いのプライベートに自由でいる時間やスペースを保つことが必要な人という人はいます。まさに私自身もその一人です。でもだからといって完全に一人がいいのではなく、お互いの目的やゴールが一緒であり、共有し合えることは一人の時間を大切にしているからこそ、余計に二人の時間とその関係性の重要性を痛感していますし、私自身も大切にしていることです。何ヶ月、何年、何十年と一緒にいても、時にすれ違いや甘えは出てくるものです。ぜひ皆さんにもそんな時には相手に自分の不安や恐れを正直に打ち明けてほしいなと思います。小さな不安や不満があって最初は見過ごせていたとしても、それは蓄積され、怒りや諦めにミスリードされてしまうこともあります。ですが本当の思いは悲しさ、切なさ、寂しさ、恋しさなのではないでしょうか。そう気づけた時に恥ずかしがらず、いくつになっても相手に今不安なんだって言える間柄でいたいと思います。きっとそうしたら相手も素直な気持ちを無限にはしないはずですよね。心が晴れれば、たとえ顔を見なくても、また背中を向けて寝ても、ベタベタとスキンシップがほんのりでも、お互いが自信を持って朝目覚めておはようと笑い合って言えれば、また今日一日それぞれの仕事へ役割を頑張れるはずですから。今回はなかなか夫婦である私たち自身をイメージして仕上げるのに時間がかかってしまいました。どの色が、どんな形が、そしてお互いのバランスは、一つ一つを振り返り確かめ合うように描く時間はとても尊い時間となりました。傍目からは夫婦という2文字で終わってしまう関係性にも、2人にしかわからない絆やポイントはありますよね。それを絵に再現してみる。きっと新たな発見があるはずです。ぜひ皆さんのそれぞれの夫婦に限らず、パートナーや友人や相棒との絵を描いてみてはいかがでしょうか。あなたと大切な誰かにしかわからないかもしれないけれど、きっと楽しくて面白くて素敵な絵が出来上がるはずです。ぜひ描いたら教えてくださいね。楽しみにしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。